イドルになることです。この人が生きてるから生きるみたいな感じに思わせてくれた人だし、アイドル真剣にやってるところを見るとすごい勇気もらえるから、もう自分の中で計り知れないぐらい大きい存在を持ってる人ですね。自傷行為っていうのもあるんですか？多分、自傷行為、できるだけ自分でやめた気ではいるけど、ずっと自傷はやめられないんじゃないかなって思ってますね。いつから自傷？中学2年生の時かな。初めて手首切って、でなんか、思ってたより痛くないじゃんって思いましたね。今も自傷はするんですか？今はその目立った自傷はしないで、でも、なんて言うんだろう。自分の髪の毛抜いちゃったりとか、唇の内側ずっと噛みちぎっちゃったりとか、そういう、なんて言うんだろう。他人には分かりづらいけど、明らかに自傷だよねっていうのはやめらんないままですね。切らなくなったっていうのははい何かきっかけがあって？なんか、アイドルにハマって、中学3年生の時かな、ツイッター見てたら、アイドル流れてきて、で、その時は本当になんか男の人にしか癒し求めてなかったから、男の人みたいな感じのビジュアルと思って見に行ったら女の人で、その時はがっかりしたんですけど、でもかっこいいかもと思って曲とか聴いていくうちにどんどんハマって、で、なんか実際に会いに行ってチェキ取ったりして、で、なんかパフォーマンス見ててもかっこいいし、紡ぐ言葉も全部かっこよくって、そういうアイドルしてる人に癒されて、なんかこの人みたいになりたいとか、なんて言うんだろう。この人みたいに人のことを癒せる人になりたいって思って、アイドルなりたいって思ったら、やっぱり外に傷があるのは衣装着る上ですごい目立つし、そもそも採用されなかったりするから、そのアイドルになるまでの道のりで大体の人コンカフェ通ってるんですけど、コンカフェでも落とされる確率上がったりするから、なんかその夢が見つかってからその夢にしか走れなくなっちゃったから、叶えようと思って絶対それのために切る自傷はやめて、目立たないところに、向くようになっちゃったけど、それでやめることができましたね。完全にしたくならなくなったわけじゃないけど、踏みとどまれるようになりました。ガロさんの将来の夢はアイドル？アイドルになることです。もうアイドルになって、アイドルでいる自分を走り切れたら、もうその後はもうどうなってもいいっていうか、死んでも後悔しないと思ってますね。どういうアイドルになりたいですか？やっぱり人の心の傷に寄り添えたり、人のことを癒せる人になりたいですね。そのアイドルって、地下アイドルはい。から始まってみたいな。もう地下アイドルしか好きじゃないです。おー。なんか地上に出てるアイドルってみんなキラキラしてて、人生勝ち組みたいな感じの顔してて、その学校にいる時も一軍でしたみたいな感じの雰囲気の人が多くて、私好きじゃなくて、地下アイドルって本当に多種多様なんですけど、なんか私よりも壮絶な人生生きてきた人とか、本当に常に歯食いしばって生きてるみたいな人が多くて、そっちの方が共感できるし、そういう人がアイドル真剣にやってるところを見るとすごい勇気もらえるから、地下アイドルが大好きです。ガロさんにとってその推しの存在ってどんな感じ？自分に夢を与えてくれたし、いくらしんどい死にたいみたいな気持ちがあっても、
いや、この人が生きてるから生きるみたいな感じに思わせてくれた人だし、地下アイドルっていうものにつなげてくれた、すごい、もう自分の中で計り知れないぐらい大きい存在を持ってる人ですね。親はそのアイドルになりたいっていうのは知ってる。知ってます。それに対してなんて言ってます？なんか、アイドルみたいな、初めてアイドルになりたいって言った時は、ちょっとよくわかんないって言われたし、アイドルになりたいからオーディション受けるとか、応募してみるんだっつったら、アイドルになったら、アイドルはもう職業だから、実用から外せよって言われてて、なんか、そんな攻め方あると思って、だからあんまり肯定はしてくれてないし、自分の夢は自分の手で掴みなさいみたいな感じですね。ガロさん的には地下のアイドルがいいってはい。言ってたけど、もうめっちゃ人気になって地上行きますってなったらどうします？脱退して他の地下に入りますね。おー。だってそれは、なんて言うんだろう。アイドルやりたいって思った時の自分の意思と大きく逸れてしまうから、そんな、元々の夢だったこと潰してまでお金稼ぎたくないですね。地下アイドル始めたら行きます。ありがとうございます。ぜひぜひ。なんかこれ話しときたいみたいなことありますか？なんだろう。これが YouTube に上がったら見てくれる人に対してですかね。なんか、その状況で生きてるのがもうすでにその子が強いことの証だし、なんか、そのメンタル折れないままずっと歯食いしばって生きてたら、自分の夢見つけて、自分の人生自分のものにできるかもしれないから、なんか、簡単に生きてほしいとは言えないけど、生きてたらいいこともあるよみたいな感じですかね。こう自分の人生を俯瞰してみたときに、こんなクソみたいな人生、このまま生きてても無駄なんじゃないかなみたいな思ったりして。中学の時にそういう経験をして、やっぱ中学生だからさ、どうしたらいいかわかんないよ。わかんないですね。なんか、多分、その時は、ためらわずに大人の人に相談するのが一番良かったんだろうけど、でも親に知られたら、本当に生きていけないって思うじゃないですか。だから話せなかったし、なんて言うんだろう。私と同じような思いしたら、もちろん話せないと思うから、無理に話してほしいとは言わないけど、なんて言うんだろう。できれば警察に相談できるといいよねっていうのと、あとちょっと時間経ってからでもいいから、信用できる人に話して、で、なんか、なんて言うんだろう。自分を認められるような言葉をもらえるといいんじゃないかなって思いますね。じゃあこれでインタビューは終わりになりますので、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。